皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、トランプ大統領の政策がまたしても変更されました。変更点について情報の更新をしていきましょう。あまりにもたびたび変わることから追いかけるのが馬鹿らしくなる人も多いかとは思いますが、残念ながらアメリカの政策はアメリカ自身だけではなく、日本に対してもそして世界経済にも大きな影響をもたらします。そして経済の動向の変化といったものは国際情勢に対する影響も含んでいます。ですから今後とも情報の更新はしていくことが大事でしょう。さて、今回変更されるポイント。つい先日、トランプ相互関税の対象品の中から除外するといったものが発表されました。それがスマートフォンや半導体、電子部品などです。そして除外するよとして発表されたものが、いやいやこれはトランプ相互関税から外すものではあるが、しかし別枠での関税枠を設けて関税を課すことそれ自体には変わりがないとしました。トランプ大統領に記者団から質問が飛びます。では、新しい関税枠ではこれらスマートフォンなどは何%の関税がかけられるのですか？この質問に対してトランプ大統領は、来週にでも発表するというような話をしました。つまり具体的な数値についてはまだ全く決められていないというのです。トランプ大統領の政策はかなり行き当たりばったりなものであることを示すような発言だと言えます。そもそも品目別に新たな関税枠を設けるといったことは、事前の準備がちゃんとしていれば、個別の枠を最初から設けておればよく、わざわざ後になってから別枠なんていう話をする必要はないわけです。例えば、日本に対しては自動車や鉄鋼、アルミなどに対しては個別の 25% といった話が一番最初から出ていました。日本に対しては事前の準備をしていたわけです。何にしても一旦トランプ相互関税から除外されたスマートフォンなどなんですが、新しい関税枠に移行することによって、おそらくは従来よりも低い関税がかけられるものとみられます。特にスマートフォン分野であれば、中国で大量に作られていることを考えれば、中国に現在かけられている関税は 145%。これよりは大幅に引き下げることを目的として、新たな関税枠に移行するものとみられます。そして、今回、関税の枠外だとした品目の中で、トランプ大統領が全く気づいていない問題があったのではないかと指摘する人もいます。それは、アメリカ自身が兵器生産するにあたって中国製の部品をかなり取り入れており、今回高い関税をかけることによってアメリカ自身もやっぱり困るぞといった問題が経済だけではなく軍事部門においても見逃せないといったことが指摘されたのではないかという話が出ています。そのことについての記事をご紹介しましょう。中国問題グローバル研究所所長遠藤誉氏がこのような記事を発表しています。米軍武器の部品は中国製品。トランプ急遽その部品の関税免除。スマホ、パソコン、チップ及び一部電子製品を相互関税から免除することを発表したこの一部電子製品の中に米軍武器を製造する際の中国製品が入っていることを見逃してはならない。いや、むしろ米軍の武器のほとんどは中国製品によって製造されているのだ。米軍武器の多くは中国製品によって製造されている。2025年1月17日、アメリカの政治専門誌ザ・ヒルは、米軍のサプライチェーンは中国に依存しているという衝撃的な報道をしている。米軍の中国製品依存がどれほどであるかを示す図がこちら。1、アメリカ国防総省全体の米軍武器サプライチェーンの中国製品依存度。2023年では、中国の業者が311で前年比は 38.2% 増。そして全体のシェアは中国が 30.6% で1位となっています。その次にイギリス、日本、インド、台湾と続きます。記事では、なんと中国をやっつけるはずの米軍の武器を製造する際の外国から提供されている部品のうち 30.6% が中国製品に依存している。これでは中国に対する高関税政策は圧倒的に中国に有利で、中国が米軍武器製造に使用する中国製部品は輸出しないと宣言したら、米軍は成立しなくなり、軍隊の力で世界を圧倒していたアメリカが完全にその権威を失ってしまうことになる。トランプ大統領の節操がないほどの表現ぶりの原因の一つは、この矛盾に起因しているのだということもできよう。続いて、アメリカの陸軍に限定した場合、やはりこちらでも中国が 33% と最も大きなシェアを持っています。海軍の場合であれば、
中国は 23.6%、陸軍よりは低いものの、やはりこちらでも最も大きなシェアを獲得しています。そして空軍でも状況はあまり変わらず、こちらでも中国が 25% のシェアを獲得、イギリス、台湾、日本、韓国と続きます。このような状態で対中関税を 145% にまで引き上げたトランプ大統領は、この現実をどう見ているのか。だからこそ慌てて一部電子製品を関税対象から除外すると言っているわけではないのだろうか。このような実態は誰も直視しようとしないし、またあまり報道しようともしない。このように遠藤誉氏は、中国からアメリカ向けへの中国製品輸出は軍事部門においても非常に深刻なものであり、高い関税をかけることはアメリカの軍事部門にとっても多大なコストアップを伴うものだと指摘しています。そして記事の中でもあったように、中国側がこれらの物品について、そもそも輸出を許さないといった方針へと転換すれば、多大な悪影響が発生することとなります。アメリカ人が一般的に物を買おうとした時に中国製品であるといったことが非常に多くなっています。それはアメリカの企業自身が中国で製造させ、それを輸入して販売しているからです。しかし、トランプ関税は最高で 145% かけるとしていますから、このままであれば価格は2倍へと跳ね上がってしまうわけで、さすがにこの現状をそのまま続けることはできないでしょう。ただし、中国側に何らの情報を引き出すこともできないままに政策変更を迫られたことは、かなりこのままだとまずいことを周りから指摘されたものと考える方が、ちょっと妥当かなと思います。その中でも今回指摘のあったような軍事部門について言っても高い関税は凄まじい悪影響をもたらすという指摘はかなり痛いところをついているものと考えられます。部品の供給網については、そもそも友好国との間でだけネットワークを張り巡らせていくということが非常に重要なポイントでしょう。日本の場合だと特に日本国内に留まっている企業が多く、こういった問題はアメリカほどはひどくはないでしょうが、しかし同様の問題が発生することを前提として日本政府は目を光らせる必要があるでしょう。そしてトランプ大統領が大慌てで関税政策について修正を図ってきたのと同様にして、中国側もまた関税政策についてはルール変更を行いました。半導体の取り扱いについてです。今回の動画でも、そして関税政策についての話をするときにたびたび出てくる台湾の半導体製造メーカー TSMC。TSMC はアメリカの企業 NVIDIA や AMD、Apple などが半導体を設計し、TSMC が実際の製造を担っています。中国はこうした半導体の取り扱いについて、最終製品をどこで作り、そして販売しているかを関税をかける対象かどうかの判断に使っています。ですから、アメリカ製のサーバーを買おうと思った時に、その半導体をたとえ TSMC が作っていても、アメリカで販売されたものだから、といった形で、アメリカ製品の輸入といった形で関税処理を行うわけです。しかし、新しいルールの下においては、TSMC が元となる半導体を作って、それを組み込んでいるのが、どこの国であろうとも、元々の製造国が台湾だったら、その関税の取り扱いも、アメリカのものとは異なるものにしようという考えを示しました。これは中国にとっても最新の半導体などを含む製品がむやみやたらと関税で値段が上がることはもはや無意味であることを考えての措置でしょう。またもう一つの側面としては、トランプ大統領の掲げるアメリカで作れというような話についても高い関税を効果的に影響を与えるものだと見られます。例えば TSMC はバイデン政権下においてアメリカに一部工場を作ることを合意しました。実際のその一部の製造ラインでは製品作りが始まっています。しかしトランプ大統領は中国に対しては 145%、中国側からアメリカに対しては 125% の関税がかけられていますから、たとえトランプ大統領がアメリカで半導体を作るぞとなって実際に作られたとしても、高い関税の壁によってわざわざアメリカ製の半導体を中国側が買うことは基本的にはありえないわけです。そして台湾の取り扱いについてあたかも自国の勢力圏であるかのような取り扱いをすることによって一つの中国という考えのもとに実効支配権を主張するような動きとも言えます。
中国で作ったものが大元にあるんだから関税なんかかけないというような理論へとちょっとつながってくるわけです。このあたりトランプ大統領の関税政策を中国側が悪用していると言えるでしょう。何にしてもトランプ大統領にしても中国にしても、もう政策の変更はたびたび行われるものです。特にトランプ大統領の政策変更は非常に短期間でかなり方向性が異なるものへと変わることも多く、企業経営者たちにとってはもう先々の計画を立てることが非常に困難になるでしょう。こうした状況といったものは企業の設備投資意欲といったものをかなり削ぎ落とすこととなってしまいます。様子を見た方がいいやというのが最善の行動であるならば、消費活動が抑えられ、それが経済全体の足を引っ張るといった可能性は十分あるのです。というわけで今回の動画はここまで。トランプ相互関税について新たな修正点が発表されました。修正された理由としては、もしかしたら軍事部門についての中国依存が政権内で発覚し、大きく問題点として取り上げられた可能性もあります。それはあくまでも確証のない話ではあるものの、高い関税をかけたことによって大きな打撃を受けるのは、アメリカ自身もその被害を免れないといった意味では、良い指摘だと思います。あなたは今回の話を聞かれてどのように思われたでしょうか？ぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。